光秀の嫁取り。明智光秀は若い時、明智十兵衛と名乗っていました。とても真面目で優秀でしたから、将来出世することは間違いないと思ったある人が十兵衛に言いました。私にはとても賢くてきれいな娘がいます。将来結婚して私の義理の息子になってください。十兵衛は娘のひろ子に会いました。ひろ子はまだ幼かったですが、本当に賢くて気立ても良かったですから、十兵衛は気に入って結婚の約束をしました。それから7年経ちました。十兵衛はそろそろ結婚してもいい頃だと思って、ひろ子の両親に手紙を送りました。しかし、両親は困りました。会わなかった7年の間に、ひろ子は放送にかかって、美しかった顔が醜く変わっていました。今のひろ子の姿を見たら、十兵衛は結婚をやめると思いました。ひろ子の妹は以前と変わらず美しかったので、両親は妹を十兵衛のところへ送ることにしました。ひろ子に言うと、こんな醜い姿で十兵衛様のところへ行くことはできません。でも、他の人と結婚したいとも思いません。私は仏門に入ります。妹はいい子です。どうぞ妹を十兵衛様のところへ送ってください。と泣きました。妹に話すと、それは道理に合いません。十兵衛様と婚約したのはお姉様です。と納得しませんでした。しかし母親が言いました。ひろ子は世を捨てて尼になると言いました。明智様は武芸に優れていて、教養も深くて優しいですから、絶対にいい夫になります。今後の出世も間違いありません。それに、明智様が家族になったら、私たちの老後は安泰です。妹は仕方なく承知しました。十兵衛は祝いの品々を用意して妻を迎えました。結婚の杯を交わして夜になりました。明かりの近くで妻の顔を見た十兵衛は、ふと7年前に見たひろ子の耳にほくろがあったことを思い出しました。今目の前にいる妻の耳にはほくろがありませんでした。不思議に思ってじっと見ていると、妻も十兵衛が考えていることがわかりました。それで覚悟を決めて言いました。ここにほくろがあるのは私の姉です。姉は放送にかかって姿が変わりました。それで両親は十兵衛様の心変わりを心配して、姉の代わりに妹の私をここへ送ったのです。私はあなたが結婚の約束をしたひろ子ではありません。申し訳ございません。そう言うと守り刀を抜いて自分の髪を切ろうとしました。お許しください、十兵衛様。私も尼になります。待ってください。十兵衛は妻を止めました。あなたが尼になっても世間が噂するだけです。私にいい考えがあります。このことは秘密にしましょう。
5日後、十兵衛の妻は里帰りしました。そして両親に十兵衛の手紙を渡しました。私が婚約した人はひろこさんです。たとえ姿が変わっても心は変わりません。妹さんも素晴らしい女性ですが、私はひろこさんと結婚したいのです。どうかひろこさんと夫婦になることを許してください。十兵衛の手紙を読んで、両親は恥ずかしくなりました。それで、今度はひろこを十兵衛のところへ送りました。十兵衛は、放送の跡があるひろこの姿を見ても気にしませんでしたから、ひろこもすぐに打ち解けました。二人はとても仲がいい夫婦になりました。